こんにちは、ちゃまです。私は普段 ACDC ラグのショップ店員をしています。本日は黒髪デコラメイクを紹介していきます。それでは、レッツスタート。まずはじめにコンタクトレンズから紹介していきます。コンタクトレンズはジルで、ロデオで、カラーはアプリコットで、サイズは 14.5mm になります。このカラコンの特徴は、縁が大きくて、くっきりしているので、すごいデカめ効果もあって、チュルンとしたお目目になってくれます。続いて紹介するのはベースメイクです。まずベース下地はエトゥセのオイルブロックベースで、色はクールになります。私はオイリー肌なので、これをつけてまず光をブロックするようにしています。私は鼻のとこが特にテカるので、鼻の筋にスーッと塗ります。で T ゾーンにも塗ります。それで指で伸ばしていきます。続いての下地はインテグレートのエアフィールメーカーです。この下地は皮脂を抑えてくれて毛穴も隠してくれます。すごく塗り心地は軽くて、塗る箇所はおでことほっぺ、顎と鼻です。私は鼻の下陣中のとこにも塗っていき、全体に広げていきます。続いて紹介するのはコンシーラーです。コンシーラーはダッセムのチップコンシーラーになります。このコンシーラーはカバー力がすごく高くて、私はニキビとかクマがすごいひどいので、チップで取って赤いところをちょんちょんと塗っていきます。あまりつけすぎると乾燥とかになったりするので、本当に少しだけ塗って指で広げるようにしています。続いてはファンデーションの紹介をします。ファンデーションはレブロンのカラーステ UV パウダーファンデーションです。このファンデーションはカバー力がすごくあって、すごい塗った感じも軽くて、すごく使いやすいです。続いてはアイブロウです。アイブロウはキャンメイクのナチュラルシフォンアイブロウ01番を使っています。このアイブロウの薄いブラウンの方を使ってチップに取って眉毛の足りないところ、眉尻の方をさささっと塗っていきます。続いて使うのはチフレのアイブロウペンシル22番ブラウンです。このペンシルアイブロウを使って少し形を整えていきます。あと描けなかったところとかを描き出すようにして眉毛を作っていきます。続いてはリップケアです。使っているのはエチュードハウスキスフルリップケアの PK001 番になります。このリップはすごい見た目もめっちゃ可愛くて、すごい保湿力もすごい高くて、で匂いがイチゴの香りがします。これを全体的に塗って保湿をしていきます。続いてはシェーディングです。使っているのはセザンヌのフェイスコントロールカラー4番のマットブラウンです。このシェーディングは顔の輪郭をさささっと塗っていきます。あまりつけすぎると色が変わってしまったりちょっと変になってしまうので気をつけながら塗りました。続いてはアイシャドウです。 LA カラーズ16カラーアイシャドウパレットになります。このアイシャドウの薄い方のピンクを先に使います。目頭から目の黒目の真ん中の方まで塗っていきます。次に使ったのは薄い紫の方を使っていきました。これは黒目の真ん中のとこから塗っていきます。薄く塗るんじゃなくても思いっきり塗るのがポイントです。今回はデコラメイクなので服装とかアクセサリーに合わせてピンクと紫を使ってみました。続いてはケイトのダブルラインフェイカー LB1 番を使います。このアイラインは二重の線に描いていきます。これを使うことによってより二重が強調されて
目がでかくなります。このままだと描きましたっていう感じが出るので、私は指でぼかしていきます。次はビューラーです。ビューラーはキャンメイクのアイラッシュカーラーを使っています。このビューラーはすごくプチプラですごいまつげもしっかり上がります。このビューラーを使ってまつげを掴んで思いっきりグッて持ち上げて1、2、3と上げていきます。続いてはアイライナーです。使っているのは不老不死のモテライナーのブラウンです。これはすごく描きやすくて、鉛筆みたいになってて持ちやすいです。それを、私は目尻側の方だけ引きます。黒目の最後の方から引いていきます。私はアイライナー引くと目が小さくなるので目尻側だけに引いていきます。続いてはまつげ下地です。使っているのはキャンメイククイックラッシュカーラー ER の01番です。これはすごくまつげを上げてくれて、マスカラをする前なのにめちゃくちゃ伸びてくれます。ちょっと白いんですけど、塗ると透明になってくれるので使いやすいと思います。続いてはマスカラです。使っているのはメイベリンラッシュニスタ N02 のブラウンマスカラになります。このマスカラはもう私が4、5年使っているマスカラですごく使いやすくて、汗をかいても泣いても全然落ちない優秀なマスカラになります。このマスカラを全体的にジグザグジグザグ塗っていきます。続いてはまたアイシャドウに戻ります。この薄いオレンジのアイシャドウを涙袋に塗っていきます。少しぷっくり感が出ると思います。次にまた薄いピンクを塗ってちょっと腫れぼったくなるような感じに見せます。続いて使ったアイシャドウはクリオのプロシングルシャドウの10番です。このアイシャドウはめちゃくちゃキラッキラキラキラしてて本当に使えるアイシャドウになります。このアイシャドウをアイホール全体にポンポンポンと塗っていきます。ラメ感を出してキラキラの目にしていきます。続いて使ったのはアイドルメイクバイブル 4i です。こちらでは、涙袋に塗っていきます。すごいキラキラアイシャドウでめちゃくちゃ可愛くて使いやすいです。これを涙袋にちょんちょんちょんと塗っていってポンポンポンと叩いてラメを出していきます。少量でもすごく使いやすいです。続いて使ったのはケイトのダブルラインフェイカー LB の1番です。これで涙袋を作っていきます。笑った時とかにできるここの線にこれを薄く描いていきます。これを描いてその後に綿棒でぼかしていきます。続いてはチークです。使っているのはキャンメイクジューシーレディリキッドチークの01番です。このチークは発色が良くて少量でもすごい伸びてくれるしいい色を出してくれます。これを頬骨のちょっと上の方にちょんちょんちょんと3個ぐらいつけていって指でぼかしていきます。続いてはリップです。使っているのはエチュードハウスリアダーリンウォータージェルティント OR201 番です。これはティントなのですごく持ちが良くてなかなか落ちないです。これを唇の内側に塗っていきます。続いて使ったのはロレアルパリユイルカレス806番です。このリップは最近購入してすごく可愛くていろんなリップに使えるなと思って買いました。これをさっき塗ったリップの上に重ねていきます。補足でさっき使ったエチュードハウスのリップの後に塗りましたのがこちらの不老不死のリップ38度になります。これを
さっき使ったリップの上から塗っていきます。これはリップ下地で、これを化粧の途中に塗るとリップの色持ちが良くなったり保湿をしっかりしてくれるのですごく使っています。続いては顔にキラキラを塗っていきます。のりの役目をしたのがこのメンソレータムリップケアの BFG を使っています。これを顔の頬のところ、さっきチークを塗ったところにバーッと塗っていきます。その後にダイソーで買ったネイルのキラキラのラメや星を顔につけていきます。髪型はまずツインテールを作るようにして、途中で全部をツインテールにしないでお団子にしていって、自分の好きな大きさにしていきます。その後にお団子をして残った髪の毛で三つ編みをしていきます。その後にゴムのエクステみたいなのをつけていきます。ピン止めでこの結び目を隠すようにつけていきます。続いては、デコラのピンをつけていきます。ピンはバランスよくつけていって、色が被らないようにしていったのがポイントです。黒髪デコラメイク完成です。いかがでしょうか？今回紹介した黒髪デコラメイクのポイントですが、今回はピンクをいっぱい使ったところと、キラキラのグリッターでほっぺの方を可愛くしたところがポイントです。あとアクセサリーにもこだわってみてカラフルなものをつけて、服装に合わせてピンをカラフルなものにしてみたのもポイントになります。そして皆さんにお知らせがあります。5月の13日に ZEP 東京でライブをさせていただくことになりました。下の概要欄をチェックしていただくと私の SNS の情報が載っています。そちらから最新情報をチェックしてください。かわいいパティーンでは様々なメイク動画がアップされていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、ちゃまでした。バイバイ。